定期的に行っていることなんだよね。で小さな家があって東ドイツにね、そこに定期的にでそこはクランベル博士が昔東ドイツに住んでた時に暮らしてた家なんだよね。でクランベル博士はもともと東側の人間だったらしいんだよね。で東西に国が分かれてしまう時になんかポーランドに逃れようとしたっていう話設定になってて、で以来クランベラーは定期的にこの元に住んでいた家を訪ねてると。でなんで定期的にこのクランベラーは東ドイツに訪ねてるかというと、実は昔奥さんと一緒にこの家で暮らしてて、で奥さんがその一緒にクランベラーと一緒に西側に逃げようとした時にはぐれてしまったって話になっててね。ではぐれた奥さんがいつかこの家に戻ってくるんじゃないのかと思って、クランベラーはこの家を定期的に来て掃除して奥さんを待ってるっていう。ずっと奥さんを探してるんですよね。ずっと奥さんを探してるんだよね。彼女を待ってるって話で。この人の話はね、なんか一個ドラマとして分かりやすかったんで、この人のエピソードは結構分かりやすかったんですよ。ただなんで入ってんのとは思いましたけど。なんで入ってる？どういうこと？いや、なんでこの人のこんななんかいい話が入ってて、こうそれがバレリーナ学校で起きている。何の関係があるか。話と何の関係があるか。それはもうね、ものすごくあるわけですよ。実は、そこがすごいところで。でね、まあ話を戻すと、まあアメリカ人のね留学生のスージーはすごくこう特殊な才能があってね、どんどんそのバレエ学校の中でまあ頭角を現していくわけだよね。でその発表会が近づく中でコーチのリーダーであるそのマダム・ブランは、まあ、どんどんスージーの才能に惹かれていくわけだよね。で惹かれていて、まるで2人が恋愛感情があるごとくのように惹かれていくわけだよね。まあすごいなんかトップエリートっていう感じは分かります。そうでまあそこでちょっとまあその後もいろいろそのバレエ学校で公演があったりいろんな見せ場があるんだけど、まずその公演中にある生徒が行方不明だったパトリシアを見つけるんだよね。声が聞こえて、地下から声が聞こえて、地下に行くと秘密の隠し部屋があって、その隠し部屋に入っていくとそこにパトリシアがいるんだよね。いなくなったと思ってた。実は体が半分溶けてて、その部屋と一体化しようとしてるんだよね。怖かった。怖いですよ。そうグロテスクな、途中なんか薄くなってるのかなと思って近寄ると、もうなんかもう体が変容して何かに変わってる。屋敷と一体化しようとしてて、あれなんかあれでね、諸星大二郎的なビジュアルとか妖怪ハンターかなみたいなそういうビジュアルだったけどね。でもそれこそそのエイリアンの時にさ、人を物化するっていうところともなんかこう近い感じしましたね。本当だ、また一緒だ。すごいな、70年代。でもそっちは18年の方の表現だよね。あ、そうか。あれでも77年版にもそこをはっきりと見せる裏はなかったですけど、なんか地下に秘密の部屋があって、なんかこう、システムとしては同じような感じだけど、あそこまでこう分かりやすくは描いてなかったから、18年版見てて怖かった。もうあの辺は全部薄めでいってました。パトリシアのさやってるさ女優ってさ、あれクレイ・モレッツなんだよね。キックアスの。そうですよね。キックアスのヒットガールなんだよね。そうだからこうなんかすごいさりげなくなんか贅沢なキャスティングだなと思って。確かに。主人公の方ではないですよね。そうで宮越とかも出てるでしょこの映画。だからすごいね豪華なんでキャスティングが。似てるなと思ったけど、まさかクロエがやるわけないなと思って気づかなかったです。そう。それでそのさパトリシアがさ、もう私のことはいいからここは心地いいからほっといてみたいなことを言うじゃん。でその頃ねクランベラ博士が東ドイツでついに行方不明だった奥さんと巡り合うんだよね。ついに奥さんが家にいて帰ってきたんだよね。でつかの間の法要があって、で彼女と一緒にその西ドイツベルリンに一緒に行くんだよね。で一緒についに彼女をその行方不明だった彼女を東ドイツに見つけて、西ドイツに連れてきて彼女を自由にすることができた。でできたと思ったらいつの間にかベルリンの壁の前にあるバレエ学校の前にいるんだよね。でバレエ学校の前に行ったらいつの間にか再会したはずの彼女が奥さんがいなくなってて、でバレエ学校の中から出てきたバレエの教師たちに「おめえ何ここでやってくれてんだよ」みたいなことを言われて無理やりバレエ学校の中にクランベル博士連れて行かれるんだよね。あそこ怖かった。
何してくれてるねんみたいなこと言ってあれ関西怖いよね。弁で関西弁でまくし立てられて、そうあそこ怖いよね。怖い魔女たちに。ほいでそこで気がついたらもういきなり学校の地下室になってて、地下室で不思議な儀式が行われてるじゃないですか。ありましたね。行われてましたね。そうちょっとなんていうのサバト的な儀式が行われてて、だからモダンバレーがさらに新しい深いところに行って、なんか魔女のサバト儀式的なところ、だから暗黒舞踏みたいになってましたよね。そうそう暗黒舞踏みたいになってるんだよね。マロ赤字みたいな。そうマロ赤字まさにそう暗黒舞踏ですよね。暗黒舞踏でしたね。ほいでそこにね行ったら突然さ太ったさ年寄りのさ魔女がいるんだよね。ああそうだそうだ。荒地の魔女みたいな。荒地の魔女みたいなのがいるんだよ。それがあれがマルコスなのかな。マルコスって言ってでもともと77年版のサスペリアではマルコスっていうのがラスボスの魔女なんだよね。でマルコスは77年版では家であるんだけど、その実体が人としての実体は持たないやつで最後主人公がそのマルコスの影を見つけて、その影を攻撃すると家が苦しむっていうのがクライマックスだったと思うんだよね。でこの映画は2018年版はさらにそこを推し進めてて、この最後のそのサバトのところにアメリカ人のスージーがやってくるわけだね。でスージーがやってきたら突然マルコスっていうラスボスとかが恐れおののくんでね、お前ここに何しに来たのみたいなこと言ってみたいな感じで恐ろしいはずのラスボスが突然アメリカ人の少女に恐れ始めて、でそれと同時にさらに地下の深いところからなんかタールに包まれたようななんか怪物が出てくるんだよね。でタールに包まれてきたその怪物がマルコスを食べてしまうんだよね。魔女を食べてしまって、見解が分かんないよな。それ以外のその学校の先生たちも実は魔女なんだけど、その学校の先生たちもマルコスって叫んで次々とやられていくっていう表現があるじゃないですか。もうこっからハテナワークですよ。マルコスっていう妖怪は実は学校の先生たちの総意みたいな感じなんだよね。思念っていうか総意みたいなもんで、もともとマルコスとそれからマダム・ブランはなんか姉妹みたいな設定なんでね。でも地下から突然アメリカの少女が呼び出したような地下のその悪魔みたいな悪魔みたいなやつにマルコスは食べられてしまって、でしかもそう食べられる前にマルコスが「お前の正体はサスペリオール」みたいなこと言って食べられるじゃないですか。つまり学校の一番地下の最も深いところにはサスペリオールっていう、サスペリアのおそらくタイトルの元になった魔女がいたっていう話で、それを呼び出したのは実はそのアメリカから来た数字だったっていう話で、彼女は一体何者なのかっていう話で、実は彼女の正体はサスペリオールの半身であるっていう話で、もともとそのイタリアの地下深くにいたドイツではなくドイツの地下深にいた魔女が半分に分かれて、半分がアメリカに渡ったって話で、おそらく亡くなりかけたお母さんはその魔女を継承してた人で、それをさらに継承したのがスージである。でそれが最後西ドイツにベルリンに戻ってきて半身を呼び出したっていうことになってるという話。分かんなかったみたいよ。難しい。だからいわゆるジョン・ウィックみたいな舐めてたやつが実はすごかったみたいな展開になってくるよね。アメリカから来た何もわからないと思ってたスージーが実は一番自分たちが使えてるボスのなんかそれのまた上の存在の一部だったみたいな。これがすごいところはさ、やっぱりさ、俺これ最後のね暗黒舞踏は一体何なのかっていうとさ、これさ、やっぱりアウシュビッツだよね。ホロコーストだよね。だからサバットはアウシュビッツであるホロコーストであり、で魔女たちがフックを持ってるじゃないですか。
はいはいはい。肉かけたりする。あれ共産主義のフックだよね。なるほど。そう。だから、地下深くにいて、人々を東西に分けて食べてるんだよね。なるほど。だからベルリンの壁の下には魔女がいるわけだよね。魔女が西と東に分けて、若い女の子たちを食べてるって話だよね。だから最後、マルクスがさらにその奥にいたサスペリオールに食べられて、ついにベルリンの壁は崩壊するって話だよね。なるほど。で、最後の最後、クランベラー教授が住んでた家が出てきて、そこで今いる若い人たちが携帯電話使ってたりするじゃないですか。スマホ持ってたりするじゃないですか。今になってるわけですね。今になってる。現代になってるわけだよね。つまり、今、現代、アメリカに支配されたってなってるわけだよね。あれは。この主義だ。だからアメリカに行った半身の魔女が最後アメリカから戻ってきて最後アメリカに支配されたっていう、そしてベルリンの壁はなくなったって話だよね。なるほど。じゃあサスペリオールもその昔からやってた考えを変えて、もう今は資本主義のアメリカ側になってそれを食ってまた新しく支配をしたっていう。今はそのアメリカの半分アメリカナイズされた魔女が支配する場所になったっていうアップデートしたんですね。そう、アップデート。だ現代に戻ってきてるっていう話だよね。なるほど。二つ見たけど分からなかった。すごい、俺だからすごい映画だなと思って、これ俺もさ見た時なんじゃこりゃって思ってびっくりしたよね。でこの最後出てる暗黒舞踏っていうのは、実はねモダンバレエで有名なピナバウシュっていうモダンバレエ、ピナバウシュ、はいはい。ピナね。あの人ですよ。リム・ベンダースが映画撮ってましたね。そうでこのピナバウシュのメンバーが振り付けやってるんだよね。そうなんだ。だから結構アンダーグラウンド的っていうか暗黒舞踏っぽい感じでね。このピナバウシュはまあ映画にもなってて、ピナバウシュ踊り続ける命っていう映画、俺結構この映画好きなんだけど、ベンダースのいい映画でしたね。そうピナっていうワードとかで検索すると結構出てるんですよね。だから最後の舞踏はあれさすごいさちょっと不気味な踊りじゃないですか。そうですね。でも確かにピナバウシュと言われればなんかすごい本当にピナバウシュ自体も本当にクラシックのその正統派なバレエを極めたと言ったらあれだけど、ずっとやり続けたところからちょっとそこをモダンな風に変えていったり、舞踏みたいにこうやっていくような人ですもんね。それでやっぱり命とかさ死をさ、ちょっと感じさせるじゃないですか。そうですね。もう亡くなっちゃいましたけど、いまだにピナバウシュの団体とか日本で公演とか定期的にやってますね。あれやっぱりクライマックスはやっぱりピナバウシュがあったからすごかったなと、ああなるほど。まあ話映画に戻すとさ、最後さ全部終わった後にさクランベラー教授がさ家に戻るじゃないですか。家に戻ったらパスポートを見ててね、でそのパスポートにはポーランドのパスポートなのかな。だから多分、東ドイツから逃れる時に一回ポーランドに行ってから西ドイツに行くっていうあれだったんだけど、そこで奥さんのパスポートもちょっと出てくるんだけど、結局彼は何をしてたかっていうと、おそらく奥さんをホロコーストに置いてきたかなんかなんだよね。奥さんはユダヤ人かなんかで奥さんを置いてきて、で彼は自分をごまかしてたわけだよね。騙してたわけだよね。自分は奥さんを捨てたんだよね。だから奥さん捨てて自分だけが生き残ってしまって、だけど捨てたと思いたくなくて、そのことがトラウマになってて、奥さんを捨てたんじゃないって、自分は奥さんを捨ててなんかないっていうふうに思ってて、それがずっと彼を苦しめてるわけだよね。だから最後スージーがやってきて言うんだよね。もう忘れなさいって、なるほど。だから忘れられない、でも忘れないと生きられない、もうあなたは忘れていいって言ってスージーは去っていくわけだよね。なるほど。でそこでようやくクランベル博士も忘れるわけだよね。奥さんのことも全部。いやおじいちゃんの話ってさっき分かってるって言ってたけど分かってなかったです。自分も全然分かってなかった。だからこれ要するに単にクランベラー博士の話っていうよりは、要するに地域に暮らす人の話でもあるよね。あそこの地域のカルマの話でもありますね。地域に暮らす人たちの中は、実はドイツの人たちはいろんなことを隠してるわけだよね。つまり当時実はちょっとナチスに協力したとか、ナチスに知り合いをちょっと引き渡してしまったとかって人に言えない秘密がいっぱいあるわけだよね。でそういう人をちょっとこう表現してるっていうことだと思うんだよね。逆にそういうのを利用して力にしてた魔女たちの軍団がいて、だからこそそこに対抗できるのがその自分も傷を持ったというか、自分もその過去があるクランベラー博士がそこに切り込んでそれを乗り越えていくというか。でね、
実はねちょっと面白い裏話があって、マダム・ブランとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またのご来店をお待ちしております。